こんにちは、月島です。今回は時間が経ってしまいましたが、2022年のブラックフライデーで購入した TTM 関係のエフェクトプラグインとソフトウェア音源をまとめて簡単にレビューして、自分の備忘録としても動画に残しておきたいと思います。購入したものは大きく分けると2つだけです。Waves のエフェクトプラグインと IK マルチメディアのトータルスタジオ 3.5MAX です。ただ、トータルスタジオ 3.5MAX はものすごい量のエフェクトプラグインとソフトウェア音源を含みますので、私も使うのが楽しみです。目次です。Waves のエフェクトプラグイン、IK マルチメディアトータルスタジオ 3.5MAX、最後にまとめと次回予告です。一つ目は Waves Harmony です。ボーカルのコーラスハーモニーを生成するエフェクトプラグインです。プリセットも大量に用意されていますので、いくつか使用して効果を確認してみたいと思います。Why? Why? このようなことができるプラグインです。パラメーターが細かくたくさんありますので、操作方法などはこれから勉強していきたいと思います。2つ目は LilTube です。無料で配布されたプラグインです。アナログコンソールの入り口部分をシミュレートしたプラグインです。ミックス時に一番最初のプラグインとしてトラックに挿入して使います。操作できるパラメーターもシンプルに3つだけで、感度と歪み、ドライブと出力レベルです。感度を変更しながらドラムのトラックを再生してみたいと思います。最初はバイパスの音からです。センシティビティをハイにするとかなり歪むようです。また、ドライブさせると音量が上がる場合がありますので、アウトプット音量を操作できるのは良いと思います。3つ目はトータルスタジオ 3.5MAX です。IK マルチメディアのエフェクトプラグインとソフトウェア音源がほぼ全部入りのバンドルセットです。定価は1200ユーロ以上するとても高価なものですが、私の場合はもともと持っていた製品のクロスグレードや本家サイトで使用できるポイントを計算してみたところ、日本円で1万円以下で入手できる価格でしたので購入してみました。IK マルチメディアのエフェクトプラグインは今までほとんど使用したことがありませんでしたので、 T-Lux やミックスボックスなどをミキシングで使用してみるのがとても楽しみです。特にスタジオをシミュレートしたリバーブやテープエコーが充実していますので興味があります。
含まれるセット内容が濃すぎるのでざっくりと見ていきたいと思います。T-Lux 5 Max はイコライザー、コンプレッサー、ディレイ、リバーブなどのエフェクトプラグインです。定番のアナログエフェクトからオリジナルエフェクトまで豊富にラインナップされています。メーター用のプラグインもあり、VU やラウドネスなどの各種メーターを表示可能です。ドラムトラックにヴィンテージコンプレッサーとサンセットスタジオのリバーブをかけてみましたので、再生してみたいと思います。以上のような感じになります。エフェクトプラグインを500シリーズラックに収めたバーチャルラックです。T-Lux の技術が入っていますので品質に間違いはないと思います。スロットは8つあり、好きなエフェクトを選んで挿入できます。またプリセットも充実しています。見た目はアナログ感が満載でかっこよいと思います。先ほどのドラムトラックに Lo-Fi Drums 2というプリセットをかけて再生してみたいと思います。このような使い方ができます。サンプルタンク4はもともと持っていたソフトウェア音源で過去に楽曲制作で使用したこともあります。今回はバージョンが MAX ですので数えきれないほどの音源が入っています。シンセサイザーのソフトウェア音源です。有名どころのシンセサイザーは大体入っていますので、このソフトウェア音源を持っていればシンセ選びで困ることはないと思います。ギターやベースのアンプシミュレーターです。かなりの数のアンプやキャビネット、ストンプエフェクトが用意されています。スピーカーを選択したり、マイクを設定することもできます。ルームでは部屋なりを再現することが可能です。T-Lux の技術を使用したエフェクトをかけることもできます。私はギターやベースをレコーディングするときはケンパーで作った音と同時にエフェクトをかけないプレーンな音も録音しています。特にベースはプレーンな音にアンプシミュレーターで音作りした方を採用するケースもありますので、こちらも楽しみなプラグインです。ドラムのソフトウェア音源です。発売されてから音が良いととても評判ですので試してみたいと思います。ベースのソフトウェア音源です。ベースは自分で弾いてしまう場合がほとんどですが、急いでデモ音源を作成したいときは、とりあえずソフトウェア音源を使用することもあります。こちらも操作してみるのが楽しみなソフトウェアです。モニタースピーカーの音場補正ソフトです。自宅スタジオのモニタースピーカーを測定して正確な音が出せるように補正することができます。私は IK マルチメディアの測定用マイクを持っていますので、いずれ試してみたいと思います。以上、
トータルスタジオ 3.5MAX にはたくさんのソフトウェアが含まれています。Waves Harmony は発売されてからとても気になっていたプラグインです。録音が終了してミキシングの段階でボーカルのコーラストラックを自由に作ったり編集できるのはとても助かります。そして IK マルチメディアのトータルスタジオ 3.5MAX があれば作曲からミックスまで一通りの全ての作業ができる感じがします。今後少しずつ使用してみて機会があれば個別にレビュー動画を作ってみたいと思います。次回はハンディレコーダーの H1N をカメラの外部マイクとして使用するときにおすすめのステレオケーブルをレビューしたいと思います。そのケーブルを使用することでホワイトノイズをどの程度軽減できるかも検証してみました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。